皆さん、こんにちは。突然ですが、クイズです。人の顔にある鼻と植物の花のピッチパターンについては、以前のビデオでもお話ししました。では、人の名前のピッチパターンはどうなるでしょうか？鼻がでしょうか？花がでしょうか？それとも花がでしょうか？正解は花がです。人の名前の花の語源、つまり元の言葉は植物の花です。どうしてピッチパターンが変わってしまうのでしょうか？このビデオでは普通の単語が人の名前になるとどのようにピッチパターンが変わるかを説明します。日本人の名前は名字、英語のファミリーネームと名前、英語の given name の2つでできています。このビデオでの名前はこれを意味します。名字に関してはここではお話ししませんので注意してください。名詞のピッチパターンは最大で N プラス1種類あります。N はその単語の中にある拍の数です。動詞のピッチパターンは下がらないか下がるかのどちらかです。では、名詞のピッチパターンは何種類あるでしょうか？この中からまず2拍の名詞からできた名前について考えてみましょう。2拍の名詞ですから、ピッチパターンは2プラス1で最大3種類あります。頭高型、お高型、平板型の3種類ですね。お高型と平板型の違いは、後に続く助詞のピッチが下がるかどうかです。では、2拍の名詞の例を見てみましょう。春、夏、秋、雪、陸、立つ、空、音、桃。2拍の名詞には、頭高型、お高型、平板型の3種類のピッチパターンがあります。では、名前はどうでしょうか？春、夏、秋、雪、陸、立つ、空、音、桃。名前のピッチパターンは1種類で頭高型だけです。では次に動詞からできた人の名前のピッチパターンを見ていきましょう。動詞の辞書形のピッチパターンは下がらないか下がるかのどちらかです。そして下がる場合は最後の一拍が下がります。光る、悟る、学ぶ、登る、忍ぶ、香る、実る、進む、かける。このように2種類のピッチパターンがあります。名前のピッチパターンを見てみましょう。光る、悟る、学ぶ、登る、忍ぶ、香る、実る、進む、かける。1種類ですね。そして、すべて平板型です。ですから、動詞からできた人の名前のピッチパターンは、すべて平板型になります。しかし、これには例外があります。人気漫画でテレビドラマにもなったミステリという流れの主人公の名前は、久能整で名前の最後のピッチが下がるようです。久能整さんは
実在の人物ではありませんが、今後、整うという名前を赤ちゃんにつける人が増えるかもしれません。最後に、3拍以上の名詞からできた名前について考えてみましょう。3拍以上の名詞ですから、ピッチパターンは4種類以上あるはずです。しかし、このビデオでは、最後の2拍が下がるという特徴に注目して、はるかとひまわりを1種類としてまとめました。ですから、ここで扱う3拍以上の名詞のピッチパターンは、小高型と平板型と最後の2拍のピッチが下がるタイプの3種類です。では、人の名前のピッチパターンはどうなるでしょうか。3拍以上の名詞からできた名前のピッチパターンで多いのは平板型です。平板型でない場合は最後の2拍が下がります。ですから、人の名前のピッチパターンは平板型か最後の2拍が下がるの2種類しかないということになります。名詞の光は小高型ですが、名前になると平板型になります。これは名前のピッチパターンには小高型がないからです。また、平板型の桜、日向は名前になると最後の2拍が下がります。この2つの単語は普通名詞として日常的によく使われます。ですから、区別をするために名前になるとピッチパターンが変わるのではないかと私は思います。皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄で意見を教えてください。まとめです。このビデオでは普通の名詞や動詞が名前になるときのピッチパターンの変化についてお話ししました。2拍の名詞からできた名前はすべて頭高型になります。例えば、花は花になります。動詞からできた名前はすべて平板型になります。例えば、光るは光るになります。3拍以上の名詞からできた名前は2種類あります。一つは平板型です。例えば、小高型の光が光がになります。2番目は最後の2拍が下がるパターンです。この場合、桜が桜になります。どの場合でも名前のピッチパターンは小高型にはなりません。